カタツムリとナメクジの違いと生態比較。梅雨の季節になると、ジメジメとした環境が好きな生き物たちが活発になります。その代表格がカタツムリとナメクジです。一見似ているように思えるこの2つの生き物ですが、実は多くの違いがあります。今回は、そんなカタツムリとナメクジの違いや生態について、詳しく見ていきましょう。カタツムリとナメクジの基本的な違い。カタツムリとナメクジってなんか似てるのだ。でも違いがよくわからないのだ。簡単に言うと、カタツムリは背中に殻を持っていて、ナメクジは殻を持っていないの。これが最もわかりやすい違いね。なるほど。カタツムリはお家を背負ってるけど、ナメクジはそのまんまなのだな。そうね。カタツムリの殻は外敵から身を守るためや乾燥から体を保護するために大事な役割を果たしているの。一方、ナメクジは殻がないからより湿った環境を好む傾向があるのよ。分類と進化の歴史。2つとも同じ種類の生き物なのだ。両方とも軟体動物門の複属類に属しているけど、科や属は違うことが多いの。実はナメクジは進化の過程でカタツムリから殻を失った、または退化させた生物と考えられているのよ。ナメクジはカタツムリからお家をなくしちゃったのだ。簡単に言えばそうね。一部のナメクジは体内に小さな殻の名残を持っていることもあるのよ。生息環境と活動時間。カタツムリとナメクジはどんなところに住んでるのだ。両方とも湿った環境を好むんだけど、ナメクジはより湿度の高い場所を好む傾向があるの。カタツムリは殻があるから比較的乾燥に強いけど、それでも湿った環境を好むのよ。活動する時間も違うのだ。基本的には両方とも夜行性よ。日中は乾燥や捕食者を避けるために隠れていることが多いわ。食性と生態系での役割。カタツムリとナメクジは何を食べてるのだ。庭の野菜を食べられちゃうって聞いたことあるのだ。その通りよ。両方とも主に植物を食べる草食性だけど、腐った植物や菌類、時には死んだ動物も食べる雑食性の面もあるの。特に家庭菜園ではレタスやキャベツの葉物野菜の害虫として知られているのよ。悪者なのだ。害虫とみなされることもあるけど、生態系では大事な役割を果たしているの。移動方法と粘液の役割。カタツムリもナメクジもヌルヌルしてるのだ。あのヌルヌルは何なのだ。ヌルヌルは粘液と呼ばれるもので、とても大事な役割を持っているの。まず移動するための滑り台として機能しているの。へえ、ヌルヌルがあるから動けるのだな。でもカタツムリはあんな重い殻を背負って大変じゃないのだ。確かに殻は体重の約 30% を占めると言われているの。だからナメクジの方が若干早く移動できることが多いわね。ただカタツムリもその粘液を使って垂直な壁や天井でも移動できる驚異的な能力を持っているのよ。天敵と防御方法。カタツムリとナメクジの天敵は何なのだ。両方とも鳥類、小型哺乳類、両生類、爬虫類の多くの動物に捕食されるの。ナメクジはどうやって身を守るのだ。多くのナメクジは不快な味や匂いのする粘液を分泌したり、体を縮めて表面積を小さくしたりするの。一部の種類は刺激を受けると体の色を変えたり、より粘り気の強い粘液を出したりすることもあるのよ。繁殖方法。カタツムリとナメクジの子供はどうやって増えるのだ。面白いことに多くのカタツムリとナメクジは雌雄同体なの。つまり一つの個体がメスと有両方の生殖器官を持っているの。通常は交尾をして互いに精子を交換するのよ。自分で子供を作れるのだ。基本的には交尾をするけど、一部の種類では地下受精も可能なの。卵は通常湿った土や落ち葉の下、安全で湿度の高い場所に産みつけられるの。まとめ。カタツムリとナメクジは一見似ているように見えても、殻の有無をはじめとして様々な違いがあります。生態系では分解者として重要な役割を果たしています。防御方法や移動速度に違いはありますが、粘液を使って移動する基本的な仕組みは共通しています。今日の動画はここまで。最後まで見てくれてありがとうございました。このチャンネルでは嫌な虫に関する情報を5分以内の短くまとめた動画を毎日投稿中。気持ち悪いと思ったり、嫌な虫に興味があるならチャンネル登録や他の動画も見てみてね。